回はこちらですね。チューリップのキーホルダーを作っていこうと思います。ちなみにこのね、チューリップについているキーホルダー金具、これはテムで購入しました。激安中国サイトですかね。テムで、ランダムカラー5個入っていて269円とかそのぐらいだったと思います。めちゃくちゃ安くてですね、キーホルダー金具がたくさんあります。こちらのチューリップは、ベーシックコットンの色番26番と、ちょっと帯がどこかへ行ってしまったのでわからないんですが、限定色だったと思います。結構どぎついピンクですねを使って編んだものです。で、今回は同じく26番のこのね、ミントグリーンとオレンジ色ベーシックコットン色番28番ですね。これを使って編んでいこうと思います。お好きなね、糸でいいと思います。こちらは綿 100%30g 約 55m あります。かぎ針は2から4号となっています。2から4号って書いてあるんだけど、結構太めな糸なので、だいたい5号とか6号で編む方が多いんじゃないかなと思うんですが、今回は5号ですね。3mm の針を使っていきます。簡単でね、すぐに出来上がるのですごく可愛いです。プレゼントにもね、いいと思います。はい、この他にね、綿を使います。はい、では編み始めます。糸端をこのように持ったら2回くるくるっと糸を巻いて、こちらから針を入れて糸玉側の糸をかけて引き出してきます。引き出してくるときに針を回転させて、ここでね、交差させます。交差しているところにまた糸をかけて引き出してきます。鎖1ができました。指を抜いてこのような形になったら、先ほど編んだこの鎖は引き締めずに進んでいきます。輪の中に針を入れ糸を持ってきて、細編みを編むんですが、バッテン細編みで編んでいきます。普通の細編みはこのように糸の後ろから針を持ってきてかけてくると思うんですが、バッテン細編みは上から針を引っ掛けて糸を持ってきます。どうしてバッテン細編みにするかというと、これもね、バッテンで編んであるんですが、伸びにくくて、細編みが遮光しにくい編みぐるみにはこのバッテン細編みを使うことが多いとね、言われています。バッテン細編みで編んでいきます。輪の中に針を入れたら針を上からかけて糸を持ってきます。そして針に糸をかけて2本引き抜く。一番最初に糸を持ってくる時だけ上からかけます。普通後ろからこのようにね、後ろからかけて持ってくるんですが、バッテンの時は上から針をかけて引き出してきます。そして最後2本引き抜く時に糸をかける時はいつも通りのかけ方で大丈夫です。上からかけてバッテン細編み。今の時点だとちょっとね、バッテンになっているかどうか分かりにくいと思うんですが、このバッテン細編みで細編みを6目編みます。
バッテン細編み6目編めました。編めたらまず糸端を少し引っ張ります。引っ張って動いた方、少し小さくなった方の糸の、糸端と同じところから出ている糸ですね。こっち側の糸を引き出してきて、もう一本の輪を縮めます。で、この時糸端がこんな感じでね、ねじれているので、糸端出してあげるといいです。はい。で、全部引き締めたら、今度は糸端を引っ張ります。ギュッと最後まで引っ張って輪が小さくなりました。そしたら最初に編んだ細編みの頭に針を入れて、糸端は針の上編みくるんで進んでいきます。糸を引き抜きます。引き抜いたらぎゅーっと引き抜いた目を引き締めて、2段目鎖1で立ち上がったら、すぐ根元の細編みの頭に針を入れ、糸端も針の上一緒に編みくるんでいきます。バッテン細編みで進んでいきます。細編み1つ編んだら、同じところにもう1つ細編みを入れます。1つの目に2目増し目ができました。すべての目に増し目をしていきます。2つずつ細編みを入れて編んでいきます。糸端はある程度編みくるんだらカットします。上からかけて持ってくるバッテン細編みを続けていきます。すべての目に2目ずつ細編みを入れました。ここは最初の立ち上がりの鎖なので、その隣の細編みの頭に針を入れて、糸を引き抜いてギュッと引き締めます。糸端はある程度まで編みくるんできたので、ここでねカットします。では3段目鎖1で立ち上がったら、すぐ根元の細編みの頭に針を入れ、細編み1、次の目に細編みを2目入れて増し目をします。細編み1増し目というのをあと5回繰り返してきます。一周ぐるっと編んできました。最初の細編みの頭に針を入れて、糸を引き抜いてぎゅーっと引き締めます。4段目鎖1で立ち上がったら、すぐ根元の細編みの頭に針を入れて細編み、次の目は増し目です。1つの細編みに2つ細編みを入れて、次の目は細編みが1つ。これで細編み増し目細編みと編んできました。あと5回この細編み増し目細編みというのを繰り返します。細編み1増し目細編み1です。
一周ぐるっと編んできました。最初の細編みの頭に針を入れて糸を引き抜いてギュッと引き締めます。4段まで増し目をして大きくしてきたので、この後は増減なしで全ての目に1目ずつ細編みを入れるというのを全部で9段ですね、増減なしで編んでいきます。全ての目に細編みを1目ずつ上からかけて出してくる細編みですね。上からかけて出してくる。上からちょっとね、いつもの細編みと違うので編みにくいかもしれないんですが、間違えないようにね、バッテン細編みで編んでいくと綺麗になります。はい、繰り返し編んできて、増減なしの段を9段ですね、編みました。こんな感じになっています。最初の細編みの頭に針を入れて糸を引き抜いたらギュッと引き締めて、この後このね糸を使って閉じていきます。なので30センチくらいは糸を引き伸ばしてねカットするといいと思います。カットしたら糸を抜いて、このようになっているので綿を用意してこの中に詰めていきます。私はこの、ダイソーさんの綿をね使っているんですが、この綿はすごく柔らかいのでめちゃくちゃたくさん詰めないとですねなかなかいい感じになってくれないですね。柔らかすぎてあまり好みではないですね。またこれがなくなったら別の綿を買おうと思います。かなりね量が入ります。柔らかいのでお好みの、硬さに、ね、なるまで詰めていただくといいと思うんですが、チューリップなのでね結構入れた方が可愛いと思います。こっちもちょっと足りなかったなと思って、もっとね詰めておけばよかったなと思っています。この綿がね意外と入れてもしぼむ感じで、はい、もうちょっと入れようかな。はい、好みの硬さ大きさになるまで綿を詰めたら、とじ針にこの糸を通します。こんな感じでねベーシックコットンは糸割れをするのでちょっと扱いにくいんですが、でも好きな糸です。はい、糸を通したらこの立ち上がりのライン、糸が出ているところを真ん中に来るように半分に折りたたみます。だいたい半分にして真ん中に来る感じですね。そしたらこちら側とあちら側をぎゅーっと2回ぐらいですね糸を通して引き締めてしまいます。そしたら今度は反対にこっちの部分を
ギュッと閉じてですね、こっちもですね、バランスを見てこんな感じでね閉じます。そして綿がはみ出ないように縫っていきます。まずこっち側からいきましょう。こんな形にしたら向こう側に針を入れて、細編みの頭の下ですねを通るように針を入れています。こんな感じで閉じていって、戻ってこっち側も同じようにね留めていきます。閉じたらこっち側もこのように折りたたんで、反対側も同じようにね縫い留めていきます。一旦こっちに針を出して、こっち側を縫う時にもこの間ですね、こことここの間、最初はこことここの間ぐるぐるっと2回ね縫い留めたんですが、ここもねちょっと留めようかなと思うので2回くらい糸を通しておこうと思います。お好みでね留めるといいと思います。で、後でねここにキーホルダーの金具をねつけます。はい、そしてこっち側も同じように縫い留める。こんな感じで縫い留めました。今回はね結構綿をパンパンに入れたのですごく丸っこいねチューリップになったかな。はい、そしたら糸始末ですね。まず適当に目と目の間から針を出しておきます。そして玉留め、針が抜けちゃった。玉留めをしたらまたね、中に通してこの今通ってきたところから近くのところに針を出して玉を中に隠します。はい、これで糸をカットしたらお花部分が完成です。はい、こんな感じですね。オレンジのチューリップも可愛い。可愛いですね。はい、では、チューリップの茎の部分ですね。
これを編んでいきます。これも簡単なのですぐ出来上がります。はい、茎も輪から始めます。2回くるくるっと巻いたら糸を持ってきてひっくり返して、この交差しているところに糸をかけて引き出します。指を抜いてこんな状態になったら、これは鎖1として使うので引き締めずに輪の中に針を入れてバッテン細編みで細編み6目編みます。上からかけるバッテン細編み6目編めたら、糸端を引っ張って動いた方の糸端が出ている側ですね、同じところから出ているので、これを引っ張ってもう一つの輪を縮めます。糸端もしねじれていればこのように出してあげてください。で、輪を引き締めたら、今度は糸端をギュッと引き締めて2段目に行きます。この輪をちょっと整えてあげて、最初の細編みと最後の細編みが近づくようにね整えてあげて、細編みの頭に針を入れたら入りにくい、はい、入ったら糸端を針の上引き抜いて、ぎゅっと引き抜いた目は引き締めます。そしたらこの後は、何段だったかな、8段ですね。そしたらこの後は8段増減なしで細編みを6目編んでいきます。鎖1で立ち上がってすぐ根元の細編みに針を入れたら糸端編みくるみます。で、バッテン細編みなので針は上からかけて糸を持ってきて細編み1目に1目ずつ細編みを編んでいきます。2段目は全部糸端ですね、編みくるんでいきます。2段目で編みくるんだら糸端はカットします。1目に1目ずつこう立ち上がってくる感じなので、真上に細編みが来るように意識しながら編んであげるといいと思います。はい、細編み6目編めたら糸端カットしておきます。そして最初の細編みの頭に針を入れて糸を引き抜いてギュッと引き締めます。すごく小さくてね細い、茎になっていきます。3段目も鎖1すべての目に6目ですね、バッテン細編みを編んでいきます。筒状になっていくのでちょっと編みにくいですが、これを繰り返して全部で9段になるまで編んでいきます。6目なのでねすぐ編み終わります。はい、6目9段を、編み終わりました。こんな感じでね筒になっています。筒ってめっちゃ筒って言いにくいですね。カミカミ。はい、そしたらこれも縫い付けるので、20センチくらいですかね。心配な方は30センチくらい糸を残してカットしてください。で、最後引き抜いてそのままの状態で1
糸を引き抜きます。はい、こんな感じ。これはね一旦置いとこうと思います。そのまま、続けて葉っぱも編んでいきます。指に2回糸を巻きつけて、2本の糸の下から針を入れ、左の針をかけてくるっと針にかけてくるっとね交差させたら、糸玉側の糸を引き出してきて、これは鎖1として使います。そしてこの輪の中にバッテン細編みで細編みを6目編みます。細編み6目編めたら糸端を引っ張って、動いた方の輪の糸端と同じ方向から出ている糸ですね。これを引っ張ってもう一つの輪を縮めます。糸端をねじれていたら引き出しておきます。引き締めたら糸端を引っ張って大きくなっている輪を引き締めます。はい、整えたら最初の細編みの頭に針を入れて、糸端は針の上、糸を引き抜いた目をぎゅーっと引き締めます。そして鎖1、2段目は、最初の目に細編みを1つ編みます。2段目はずっと糸端を編みくるんでいきます。1つ細編めたら、次の目は細編みが2目増し目です。はい、細編み増し目というのをあと2回ですね繰り返します。細編み増し目、細編み増し目、はい、こんな感じで少し丸まる感じですね。最初の細編みの頭に針を入れて糸を引き抜いたらぎゅーっと引き締めて、糸端はカットします。中にね詰め込んでもいいです。カットしたら3段目鎖1で立ち上がって、すぐ根元の細編みの頭に細編み、次は細編みの増し目、同じ目に細編みを2回入れて細編みを1つ、はい、細編み1増し目細編み1というのをあと2回繰り返します。細編み1増し目細編み1、もう一回細編み1増し目細編み1、そしたら最初の細編みの頭に針を入れて糸を引き抜いてギュッと、結構力がいります。引き締めます。そしたら今度は減らしていきます。鎖1で立ち上がったら根元に細編みで、次の目に針を入れて糸を持ってきたら、続けて次の目に針を入れて糸を持ってきます。この持ってくる時は針を上からかけています。バッテンなのでね、
そして、針に糸をかけてこの3本を一度に引き抜きます。細編みの2目一度押しました。次の目は細編み1つ、はい、細編み1、細編みの2目一度、細編み1、これをあと2回繰り返します。バッテン細編みを忘れずに。細編み1、次は減らし目なので2つの目から糸を持ってきてかけて3本引き抜く。細編み1、次も細編み1、減らし目で最後細編み1です。でだんだんこう編みにくくなってくるので平たくね潰してあげるといいと思います。そして最初の細編みの頭に針を入れたら糸を引き抜いてぎゅっと引き締めます。こんな形ですね。次の段、鎖1で立ち上がって根元の細編みに細編み、そしたら次と次の目で減らし目します。糸を持ってくる、持ってくる、かけて3本一緒に引き抜きます。あと2回同じことをします。細編み1、次と次の目で減らし目、最後細編み1、次と最後の目でよいしょ減らし目、立ち上がりのラインがここですね。ずーっとここにあるので最初の細編みの頭に針を入れて糸を引き抜いてぎゅっと引き締めます。で立ち上がりのラインのところで潰してあげると葉っぱの形にねなっています。これで1枚できました。そしたら、これもね縫い付けるために糸端を2、30センチ残したところでカットします。糸を抜いたら今まだ葉っぱが1枚なので同じ葉っぱをもう一つ作ります。はい、葉っぱもね2つ編み終わりました。ではまずこの茎の部分から縫い付けていこうと思います。糸縛りに糸を通したらチューリップの、この1段目ですね6目なので同じように6目1目ずつね縫い留めていこうと思うんですが、チューリップのこの立ち上がりのラインと茎のね立ち上がりのライン合わせてあげるといいかなと思います。茎の頭、細編みの頭を取るようにして針を入れています。
6目なので6箇所縫いましたが、もう少しね繰り返そうかなと思います。最初のとこだけしっかりと縫い留めたら、またね玉編みをします。玉結びですね。玉留め2回くらいくるくるっと巻いて、玉留めしたら同じところから針を出して、すぐ近くの別の場所、私はちょっとね中で編み地に針を通して引き出します。で玉がねポンと中に玉留めをね隠したら、糸をカットします。でこのねカットして見えている糸はちょっと中に隠してあげるといいと思います。そしたらこの茎の部分に葉っぱをつけていきます。葉っぱの糸にとじ針を通します。そしたら、ピンクのチューリップはだいたい茎の上からに、3、4目目のところですねにつけてあります。お好きな位置でいいと思うんですが、今回も3、4目目あたりにつけようと思います。でチューリップの葉っぱの向きに合わせてつけるといいと思います。このように見て両側につけるのか、このように見て両側につけるのか、お好みでねやってみてください。今回はこのラインを真ん中にしてつけようかなと思います。1、2、3、4目目ですね。だいたいこのあたり、3目目のあたり、上から数えて3目目のあたりに針を入れて、葉っぱは細編みの頭を取っています。で何度かね1目ずつ、1目を2回ぐらいずつですね縫い留めるといいかなと思います。はい、こんな感じでね縫い留めました。この2目の部分でこちらも同じく、折りたたんで2目分ぐらいですねギュッと何度か糸を通して縫い付けてあります。そしたらここも同じように玉留めしたら、糸が出ているところからちょっと先のあたりにね、このあたりにしようかな、中で編み地、この編み地に針を通してからキュッとね糸を出していきます。糸をカットして反対側にも同じように葉っぱを縫い付けます。葉っぱ片っぽだけでもね可愛いかな。はい、こんな感じで完成しました。
めっちゃ可愛いチューリップがね2つ目できましたので、ここにね金具をキーホルダーパーツをつけていこうと思います。白がね3つくらいあるので白を使っていこうと思います。こういったキーホルダーのパーツはダイソーさんとかにもね並んでいるので、そういうのを使うといいと思います。同じようなカラーの、丸カンも買ってあるので、これをね使います。これもテムでね買いました。めちゃくちゃお安い、いくらだったかちょっとこれはね忘れちゃったんですが、オレンジでもいいかもな。オレンジでちょっとここだけ3つくらい長さをつけようかと思います。つけていこうと思うんですが、傷がついて表面の塗装が剥がれてしまうので、傷がつかないようにですねビニールテープを巻いてあります。丸やっとこと、こっちはペンチですね。まずこのね丸カンをチューリップの最後、ここくるくるっと糸を通したところに通します。すごく通しにくいのでカメラに映しながらだとちょっと大変かな。うまいこと通ってくれればいいんですが、はい、通りました。こんな感じで通ったので、まずこの丸カンを閉じます。この丸カンをきれいに留めるね曲げる指輪みたいなものもありますよね。私はあれを持っていないんですが、ほら塗装がされているんですが、ちょっと剥がれがちですね。力の入れ具合がとても難しいです。もう一個つけたら、こちらのキーホルダーパーツにねつけていこうと思います。このキーホルダーパーツも少し色が剥げていますね。後ではめようと思います。2個目は塗装が剥がれずにつけることができました。はい、こんな感じでキーホルダーのパーツをつけ終わりました。だいたいですね大きさが10センチ前後ですねになっています。こんな感じでねバッグにつけたりキーホルダーにつけても可愛いと思いますし、お子さんなんかもねすごく喜ぶんじゃないかなと思います。私はいい大人になっていますが可愛いので使いたいと思います。はい、それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。